どうも、大キングです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。ありがとうございます。いつも。今回はね、新型 iPad Pro ですね。今年なんで新型2022年、こちらについてね、どうなるのかっていうところね、デザインとか発売時期とかお話ししたいかなと思います。現在の iPad Pro なんですけども、2021年のね、これ5月に登場したんですね。デザインのね、見た目の刷新みたいなところはあんまなかったんですけど、MacBook にね、今搭載されております M1 チップっていうのがね、めちゃめちゃこれね、高性能なんですけども、これが iPad にも搭載があって、非常に驚いたんですけども、こちらもレビュー動画とかね、ありますので、ぜひね、ちょっと好評なのでね、マジックキーボードとかね、白色とか含めて見てもらいたいんですけど、次にやっぱ多くの方気になるのはね、じゃあ iPad Pro この新型ね、どうなるんですかっていうところですよね。僕も気になります。気になると思うんですけども M1 チップでねやっぱ高性能になったんですけどもあんまり活かせてないじゃんっていうのがね僕も使ってみて思いまして実際そういった声もね多いんですよね。それがねやっぱりこう Mac みたいにね iPad も変わっていくんじゃないかっていうところがですね、結構いろんな話が出てきてましてなんかそこも含めてね、どうなっていくのかっていうところを分かりやすくね今回も話したいと思います。あとはやっぱ気になるこのお値段ですよねこのぐらいになるんじゃないかなっていうところだったりとか発売時期、じゃあいつ頃今出そうなのかっていうところもですね、出てきてますのでお話ししようと思います。なんで今ねちょっと iPad を買いたいなとか特に iPad Pro とかですよね。今後どうなるのかっていうのが非常にこう気になる方はねぜひ最後までねこれご覧いただくことをお勧めします。はい、損したくない方はぜひ。今回紹介する動画以外もですね日々役立つガジェットとか特にApple 製品とかねなんですけども今後どうなっていくのかっていうところについて分かりやすい動画で発信してますので逆にこれいつも見てるけどねまだ登録してなかったって方もね、結構多いかもしれないのでチャンネル登録と横の通知ベルですねぜひこれ押してもらいたいなと思います。ということでありがとうございます。はい、ボタン押してくれましたね。準備は大丈夫でしょうか。はい。ではね、始めていきたいと思うんですけども、まずはなんで、現在のね、iPad のラインナップですね。今、じゃあ、どんな iPad があるのか、何が違うのかっていうところをですね、簡単におさらいしていきたいと思います。今、Apple で一応公式で発売されているモデルになるんですけども、これが、4つございまして、iPad Pro、iPad Air、あとは iPad ですね。いわゆる無印と言われる一番安いやつと、あと、小さい iPad mini。これが第6世代になるんですけども、その4つになるんだというところで、4つもあるんかいというところでね、まず違いがわからんっていうところ、その気持ちは非常にわかります。僕もめちゃめちゃ聞かれるんで、iPad どれがいいんですかみたいなところですね。何が違うのかっていう部分を、主に5つですね。ほんと細かいところ含めるともうほんといろいろあるんですけど、簡単にちょっとまとめたので、なんでこの5つ押さえとけば、大丈夫かなっていうところですね。まず1つ目なんですけども、画面の違いですね。これはもちろんなんですけども、画面の大きさっていうのがね、まず違いますっていうところで、iPod mini が8.3 インチっていう形で、一番小さくてコンパクトなものになってまして、もちろん軽いですと。で、iPad が無印ですね。一番安いものが 10.2 インチ。これが一応第9世代になるんですけども、そして iPad Air が 10.9 インチですね。これ最近出たんですけど、で、iPad Pro は11インチと12.9 インチっていう2つのサイズがありまして、大きいサイズもあると。で、iPad Pro と Air、あとは mini ですね。画面のその綺麗さとかに関しては、基本的には全部同じなんですけども、ただし、iPad Pro ですね、一番大きいモデル 12.9 インチのミニ LEDですね。いわゆる小さい LED っていうのが画面にこう1万個ぐらいね、ブワーってね、敷き詰められてるんですけども、なんでちょっと綺麗です。はい。ただね、肉眼で見てもね、正直ね、肉眼で見ても正直ね、あんまり違いは分かりません。うん。もしよかったらね、家電量販店とかで見てもらいたいんですけども、僕は正直ね、あんま分かんないかなっていう。はい。綺麗なことは綺麗なんですけど、比較したらちょっと分かるかなっていうレベル。なんで、違いを感じる点としてはですね、iPad Pro のみに、プロモーションテクノロジーっていうのが入ってまして、いわゆるその 120Hz っていうものにね、これ対応してます。これ分かりやすく言うと、動きが非常にこう滑らかに見えるっていうね、ものになるんですよね。iPad Pro 以外っていうのは、基本 iPhone とかもそうなんですけども、60Hz なんで、パラパラ漫画でね、これ考えてもらえば分かりやすいんですけど、60Hz だと、1秒間に60回画面が書き換わるっていうことなので、60パラパラですね。で、120Hz だと、これが倍になるので、1秒間に120コマっていうことなんで、1秒間に120パラパラなんで、やっぱ枚数多い方が、映像ってやっぱりこう滑らかでね、綺麗に見えるんですよね。ゲームとか、やっぱ特にその
映像体験とかっていうところでは、120Hz の方がね、非常に、優れているのかなと思います。なんで iPad Pro がね、いいのかなっていうところなんですけど、一番安いね、例えば iPad 10.2 インチとかであれば、そのフルラミネーションっていうのがね、フルラミネーションディスプレイっていうじゃないっていうのがね、結構大きな違いかなと思うんですけども、これ何かというと、僕らが実際にそのタッチする表面のガラスと、あと実際映像映ってるところ、映像とか画像が映る、表示されてる部分っていうのに、ちょっとこの隙間っていうのがあるんですよね。ギャップとか言うんですけどね。この空間によって、実際じゃあタッチして動かすのと映像が切り替わるこのタイミングっていうのをちょっとやっぱそのラグというかね、ズレが生じるんですよね。この iPad 10.2 インチっていうのはそのフルラミネーションで技術が入ってないので、手に吸い付くようなね、感覚っていうのはちょっと薄れるかなっていうのはあります。だからって別にね、使えないかっていうそんなことは全然ないんですけど、はい。ここがね、影響してくる部分がですね、例えば、Apple Pencil かなというところで、これ違い2つ目としては、Apple Pencil なんですけども、これ Apple Pencil っていうのが今、第1世代と第2世代っていう形で2つあるんですね。で、これが、iPad のその 10.2 インチ、一番安いモデルだと、Apple Pencil のこの第1世代しか、使えないっていうね、対応してないっていうところで、先ほどその説明した通りですね、画面のタッチの時の、その吸い付きに、若干やっぱね、その遅れ、レイテンシーとか言うんですけども、そういったところはあるので、やっぱペンで書くときとかはちょっとやっぱ違和感は感じやすいのかなと思います。で、これ第2世代とかであれば、ただですね、磁石でこうくっつけて、一緒にこうね、同時にペアリングとか充電もね、できたりするんで、第1世代はね、やっぱそういったことできないんで、結構やっぱなくしやすかったりとかね。はい。ペンシルをやっぱよく、やっぱ使うね、用途でじゃあ買おうかなっていうところであれば、やっぱり第2世代にね、対応した iPad は10.2 インチとか第2世代使えないので、もうおすすめしないかなと思います。で、3つ目としては、接続端子の違いですね。で、iPad 10.2 インチは、これみんな大好きですね。ライトニング端子もうiPhone だけだよっていうね形なんですけど、ここは非常にポイントかなっていうところで、それ以外のね、iPad は今のラインナップはですね、USB-C 端子になってますんで、他のやっぱデバイスとかとね合わせて充電とかしやすいのかなと。iPad Pro のみサンダーボルトっていうね規格に対応してまして、これ Mac に入ってるものと一緒ですけど、やっぱりデータの転送速度がやっぱ速かったりとか、特にやっぱ重いデータ、4K 以上のね動画のデータとか、大容量のそのデータとかを外部のストレージですね、他のところから例えば iPad に移すとか、逆もしかりですけど、そういうのはやっぱりね、サンダーボルト対応の方が早いのかなと。iPad Pro が一番早いかなと思います。で、4つ目の違いがですね、スピーカー性能になるんですけども、一番安い iPad、これ 10.2 インチに関しては、スピーカー2つなんですけども、これ下側にしかないんですよね。なんで音の広がりだったりですね、特にやっぱり手のひらでね、こう下とかをこう横に向けたりとかね、するときに覆っちゃうとですね、音がもう聞こえなくなっちゃうっていうね、小さくなっちゃうっていうところがあります。iPad Air 5と iPad mini、これ6第6世については、スピーカー2つなんですけども、横向きのこのステレオスピーカーってものになってるんで、左右についてるので、音のやっぱ広がりとか、そのバランスみたいなところですね。はい。これよく聞こえてですね、非常にそこら辺は使いやすいのかなと。で、iPad Pro はやっぱスピーカーが左右と上下、合計で4つ搭載されているので、よりすごいこの臨場感っていうのはあるかなと思います。よりやっぱ良い音とか、やっぱゲームとかね、そういった体験、映画とかの体験にこだわりたいのであれば、やっぱり iPad Pro かなと思いますね。最後5つ目の違いとしては、このロックの解除方法ですね。生体認証とかも言い方がいいと思うんですけれども、これがね、一番使い勝手的に影響してくるところかなと思います。iPad ね、10.2 インチに関してはですね、以前の iPhone とかと同じですね、ホームボタンついた、タッチ ID ですね。指紋認証。昔ながらのやつで、これは、一番、いわゆる iPad っていうね、形のものですね。その分、やっぱちょっと画面がやっぱ小さくなってるっていうところあるんですけど、iPad Air 5と iPad mini 6に関しては、電源ボタンに内蔵されたタッチ ID っていうのがね、ついております。指紋認証ですね。縦にした時に、右上ですかね。横とか、指を置いて、こう、指紋でね、こう、ロック解除するっていう形で、こう、電源ボタンも、兼務というかね、一緒になってるって感じですね。で、iPad Pro はですね、現在の iPhone とかと同じ形で、Face ID ですね。顔認証でロック解除っていうのが、使ってみた感想なんですけども、結論やっぱ Face ID がね、タブレットは結構便利なのかなっていうところはあります。タッチ ID ね、結構指に持っていくね、こう、置いていく動作が必要っていうのが、割とこれね、地味にめんどくさいっていうのがあって、Face ID だとね、正直画面こう向けるだけで勝手に解除してくれるんで、特にやっぱマジックキーボードとかと使うんであれば、パソ
ソコンライクに使うならいいのかなと思いますね。iPad Pro に関してちょっとレビュー動画とかもあるので、参考にしてみてほしいんですけども、ただ iPad Pro に関してはね、Face ID がちょっとマスクはまだ対応、iPhone はね、マスクで Face ID も対応したんですけど、まだちょっと対応してないので、外で使うならちょっとやっぱり iPad Air とかね、指紋認証の方が分があるかなとは思いますけども、ということで、ここから本題の iPad Pro 新型ですね。じゃあどうなっていくのかっていうところをお話ししていきたいと思います。iPad Pro、これ2022、これ新しいものね、デザインに関してなんですけども、今見てる感じだとそこまで大きくね、変わることっていうのはないんじゃないかなっていう。ただいくつか、やっぱ変化が期待できるポイントがありますので、お話ししたいかなと思うんですが、まず一つ目として、カメラですね。iPad Pro の現在のモデルには、広角カメラと超広角カメラと2つのね、カメラついてるんですけども、そこに望遠カメラがつくんで、カメラが3つになるかなっていうところは、ございます。なんで iPhone の今この、僕も今持ってるんですけど、プロシリーズみたいな感じで、レンズが3つと、ライダースキャナーっていうね、液体の距離とかをね、測れるセンサーがつくんじゃないかなと。で、一番有力な変化としては、2つ目ですね、背面にそのガラス素材が使われるっていうね、これ噂がありまして、今の iPad Pro ってアルミ素材なんですよね。アルミニウム使われてるんですけども、そこにガラス素材が使われることで、よりその高級感みたいなところはね、増すんじゃないかなというところで、iPhone とかもね、基本的にやっぱ全部今ガラスになってるんで、iPhone のその特にプロシリーズみたいなところですよね。そういったところをやっぱ iPad Pro にもやっぱ活かされていくのかなっていう。で、このガラス素材をね、なんで使うのかっていうのがね、噂されてる理由としては、もう一個この機能的にね、意味がありまして、マグセーフワイヤレス充電へのこれ対応っていうのが噂されております。ここもやっぱ iPhone とか同様にですね、iPad Pro とかもやっぱワイヤレス充電ですね、置くだけ充電とかに対応するんじゃないかというところですね。特にそのマグセーフっていうものがですね、iPhone 12シリーズからこれ登場しまして、で iPhone に磁石がね、内蔵されるようになったので、くっつけてね、カチッとね、充電することができるんですよね。普通のワイヤレス充電だと、やっぱりどうしても位置をね、探すっていう手間があったんですけども、そこのね、位置を探すのが面倒な部分を、磁石でカチッてね、くっつくことで解決しようっていうね、ものなんですけども、充電とかももちろんですね、アクセサリー類もつけれるので、僕はモフトをね、ここにカチッとつけたりしてるんですけども、やっぱこれがスタンドになったりとか、ちょっと持ってこようかなもうこういったものをね、つけたりもできると。つけたり外したりっていうのもね、簡単にできますんで、これがやっぱり iPad Pro とかにも来るんじゃないかっていうことが言われてまして、ガラスにするとやっぱ落とした時にね、結構やっぱ割れるっていうね、デメリットとかもあるので、もしかしたらその Apple ね、ロゴの部分っていうのは今の iPad も、一応磁石自体入ってるんですけど、Apple ロゴの部分はガラスになってるので、そこにね、マグセーフをくっつけることで、ワイヤレス充電できるっていう形になるかもしれないんですけども、なんで iPad Pro とかも結構しっかりとマグセーフとかね、磁石が入ってくれれば、対応すれば、やっぱケース周りのアクセサリー市場とかもですね、iPhone とかもね、やっぱこのマグセーフの市場がまたできたりしたので、いろんなね、活用方法がね、ありますんで、個人的にはね、結構ね、いいんじゃないかなっていうところで、Apple もそういうの好きそうというかね、儲かりそうなね、ことはやっぱ好きなんで、Apple は。iPhone みたいに使えたら便利かなと思います。マグセーフワイヤレス充電と、関連して、新機能としてね、この噂されてるのが、リバースワイヤレス充電ですね。はい、日本語だと双方向充電とかっていうね言葉になると思いますけど、これ何がねリバースされるのかっていうと、リバースって逆って意味だと思うんですけど、 iPad Pro が充電器になるってことですね。わかりやすく言うと、例えばじゃあ iPad Pro とかを iPad Pro じゃない例えばじゃあ AirPods Pro とかねをこの iPad の裏とかにカチッてくっつけると AirPods Pro がね充電できたりとか、逆に iPhone を置くと iPad Pro の後ろにiPhone を近づけると iPhone が充電できたりとか、他のスマートフォンとかもですね、地位充電というもの規格に対応していればね、ワイヤレス充電できるようになるので、地位に対応していくんじゃないかなと思いますけど、で、今年またね、期待されているのが中身の変化、ソフトウェア的な変化がね、iPadOS ですよね、が期待されてまして、ここも面白い話が出てきてまして、iPad Pro がですね、Mac みたいに使えるような機能がこれ出てくるんじゃないか、プロモードみたいなね、話があります。例えば、iPadOS の場合だとですね、アプリをじゃあいくつか立ち上げ
てね開いて使う場合結構そのね画面で置ける場所っていうのは割と限られてるというか、左側とか右側とかね、あと同時にアプリ開くとね結構邪魔したりとか、2つしかねこうスプリットビューとかねあるんですけど、開けなかったりとか、あと開いてる画面のサイズとかもねこの自由に調節できなかったりするんですよね。要するにそのパソコンライクに使えないというか、パソコンとかね Mac とかだとやっぱウィンドウっていうんですけども、やっぱこう大きさを変えられたりとかね自由な位置に置けたりするじゃないですか。なのでもしこの iPad Pro とかですね Mac みたいに使えたら非常にいいなってね思う方も多いと思うんですけども、ただあんまりやっぱりねMac みたいにしちゃうと、逆にその MacBook ね市場を自ら壊しちゃうみたいなね MacBook も売れなくなっちゃうっていうところもあると思うんで、そこら辺のねタブレットとパソコンでねやっぱ使い勝手の部分とか差別化が非常にこう難しいと思うんですけど、やっぱ噂されてるのが iPad でのそのプロモード搭載ですね。なので iPad Pro とかに、今言われてるのはそのマジックキーボードですね。Apple 純正のそのキーボードをカチってねつけると Mac のそのデスクトップの画面みたいな、パソコンの画面のデスクトップ画面みたいに、切り替わるっていうね、モードになるっていうことが言われております。実際ね、サムスンのもので、DeX モードっていうのがね、あるんですけども、それに似たような形になるんじゃないかなと。一応この機能が使えるのは、例えばじゃあ M1 チップ搭載のモデルに専用になるんじゃないかって言われてたりとか、なんで iPad Pro の去年出たもの、2021年のモデルと最近出た iPad Air ですね。それも M1 チップ乗ったんで、基本的にはそれに限定されたものになるんじゃないかなと。で、この機能自体がすぐ登場するかどうかっていうのはね、正直ちょっと微妙なところであるんですけども、やっぱ M1 チップのその高性能さっていうのがね、あるんですけども、やっぱそのソフトウェアがね、やっぱうまくその対応しないっていうところも、アプリの対応とかもあって、活かせてないっていうのはね、非常に僕も実際使って感じましたし、それを感じてる方も結構多いと思うんですよね。なんで Apple もやっぱそこら辺もどうしようかなみたいなところはいろいろ考えてるっていうねところはあると思います。実際にやっぱ最近 Apple もですね Mac とこの iPad をなんか合わせたようなデバイスですね。デバイスのそのなんか特許っていうのをね、実際取ってまして、特許なんでね、中身は全部もう見えちゃうんですよね。見た感じやっぱこう画面が取り外せるなんか MacBook みたいなね、Windows とかね、普通に結構あったりしますけど、そういったものに見えますので、これが実際ね、この形で登場するかっていうとなかなか違うこともあるんで、特許はとりあえず取るみたいな、ね、感じなんでね。それはわかんないんですけども、やっぱ iPadOS もね、やっぱ M1 チップとか乗ったっていうことは、多分技術的には Macと同じことはねできると思うんですよね。なんでそっちに寄せていくんじゃないかなっていうのは、ちょっと想像しやすいかなと思います。個人的にやっぱプロ向けのアプリね、僕も使ってる Final Cut Pro ね、これ動画編集のアプリですけども、あとLogic Pro とかね、プロ向けのアプリがやっぱ iPad とかバージョンとかね出てもらうと非常にこう嬉しいかなと。そういった噂も実際ありますね。この OS とか中身についてはですね、やっぱ6月にですね、Apple の発表会っていうのがね、WWDC っていうのが世界開発者会議っていうのがあるんで、そこでね、何かしら発表あると思うんで iPadOS ね、iOS とか他のものを含めてですけど期待したいと思いますので、僕もねライブ配信だったりね解説動画もちろんね分かりやすい動画出しますんで、気になる方はねぜひチャンネル登録お願いします。まだね登録してない方もぜひ。あとはiPad Pro のね価格とか発売時期に関してなんですけども、発売時期に関しては今やっぱり秋頃ですね、今年の2022年秋って言われてるので、大体どうですかね、9月から11月ぐらいの間にはなるんじゃないかなと思います。大体やっぱ1年から大体1年半ぐらいのスパンで、iPad Pro 今出てるんで、そう考えると10月とか、もしかしたら iPhone と一緒に9月に出るかもしれないし、Mac とかと一緒に10月とか、もしかしたら11月とかっていうのも全然あるかなと。で、価格については基本的にはね、今の価格からそんな大きく変わるってことはね、あんまないと思うんで、ただやっぱ円安がね、やっぱ止まんないので、やっぱり1ドル130円前後が続くのであれば、どうしてもね、10% ぐらい価格が上がっちゃう可能性も全然あるかなと思いますね。iPad Air が実際 10% ぐらい上がったので、そう考えるとやっぱ10万円近くはなってくるのかなと。今ね、価格がだいたい94,800円からになってますんで、なのでちょっと高くなるのは覚悟しておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。他の製品についてもね、いろんな動画出してますので、前回の場合だと Google がですね、結構いろんなデバイスをこう出したので、そこの解説動画はですね、
Google もなんかね、どうやらピクセルタブレットっていうのを出すっていうね、ことも発表してますし、あとMacBook Air とかについてもね、新しいね、新型についてね、いろいろ動画出してますので、ぜひ興味ある方はご覧ください。はい。もちろんM1 チップのね、今のモデルのレビュー動画とかもいっぱいあるんで、まだいつもやっぱ動画見てくれてるんだけど、まだチャンネル登録してないって方はね、そこのあなた、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。いや iPad Pro はですね、まあそんな多分デザインは変わんないと思うけどね、もうちょっとその中身の進化だよね。まあ基本的に多分ね、外見のところで言うとまあほぼ本当にね、タブレットの究極体までいかないと思うけど、まあ、ほぼ完成しちゃってるんでね、形としては。まあ中身の本当 Mac みたいになってくれると嬉しいよね。そしたら Mac ユーザーはもうちょっとね iPad 使ってくれるんじゃないかなっていうところはありますね。まあ実際やっぱりね、まあレビューでもね試した通り、ちょっとまだ Mac じゃあ Mac 使うかなみたいなMacBook ね、使うかなっていうところは正直あるんで、まあ別に iPad でねかなりできることは増えてきたんですけど、なんで iPad もねもうどんどん僕も使いたいんで、ね、サムスンのね Galaxy Tab とかも含めて注目ですねこれから。はい。DeX モード普通にねパソコンみたいに使えるからね。